こんにちは。東雲初里です。初里はですね、コロコロの直前に車を買うたんやけど、じゃん、これです。中古車なんですけど、8.6万キロで、ワンオーナーの正規ディーラー管理のやつが、本体価格15万円でした。ガリバーフリマで買って、輸送費と自動車税で、乗り出しは倍ぐらいでしたけどね。もともと300万くらいする車やから、パワーシートがついてて、もうこのロマン装備だけで元取れるよと思ってます。荷室もね、めちゃくちゃ広くて、8フィートの2メーター40くらいの木材とか板とかもなんとか乗るし、だいたい乗りたい駐車場に入るから、1台持ちのメーカーにはかなりおすすめですよ。SOHC なんかスペック中的には物足りひんけど、2.5 リッターあるとやっぱパワフルでいいね。税金が辛すぎですけどね。2リッターでよかったんちゃうかって思う時もあるけど。まあ、こういうのは出会いやからね。なんでもね、乗ってると愛着出てきますよ。標準カーオーディオしかついてなかったんやけど、車のお友達の NM ちゃんにアトトのナビを見せてもらいました。やっぱね、アンドロイドナビはね、暴力ですよ。何でも動きますからね。プリコネ動いてるのを見せてもらってね、もう、君と出会い、君と行く、ハッピーエンドのその先へですよ。ナビでプリコネ動いてもしゃあないんやけど、いいなって思いました。これしかもね、別売りのカメラを後ろに一つつけたら、疑似バードビューできますからね。これが DIY でつけれるってね、すんごいロマンですよ。やばいですね。Android ナビ、超欲しくなりました。別の日に、別の友達にね、テスラモデル3に乗せてもらったんですよ。みんなはもう、テスラには乗ってはります？もうね、エンジンの車とは体験が違うんですよ。まあ、それぞれの良さがあるから、乗ったことない人は、ぜひ一度乗ってみてください。整備もね、オイル交換とかいらんらしいよ。電気自動車ってトランスミッションないのっていうね。トランスミッションないのに、低速から高速まで効率よく回んの怖っ。でね、でっかいモニターがついとるんですよ。高解像度でね、道路交通法って、ナビでも走行中に注視したらダメなんですよ。まあ、何秒が注視に当たるのかってか、わかりませんけど、画面大きい方が注視線で済みますよね。車載ナビって、最近はだんだん大きなってきてるけど、何万円もするのに解像度がありえん低いじゃないですか。もうありえんエクスプレスですよ。あと上にね、ガラスルーフがついててね、上にね、星が見えよるんですよ。星が見えますか？もう、あなたの街から見えますかって話ですよ。そんな気持ちなんです。もうね、ナビとかもうどうでもいい。モデル3が欲しいってなったんですけど、乗った日はびっくりしすぎて、全然気の利いたことを言えへんくって、日が経つごとに羨ましくなりましたね。そういうこともあったんですけど、最近ね、これ買ったんですよ。Chromecast with Google TV シリーズ初。ついに Android OS が載ったんですよ。物理リモコンがついてね、大きさは今までよりちょい大きなったかなって程度。操作性がめちゃくちゃ良くて、めちゃくちゃ気に入ったんですけど、これをね、車載してハックしたら、ナビの代わりになるんちゃうのって思ってね。
家にあったモバイルモニターと、Android に外付けできる GPS レシーバーと、これは元から付けてたんやけど、車載 Wi-Fi と、家にあったポインティングデバイスでナビが作れへんか実験してみました。これがうまくいったら、もうフルカスタムできるナビが完成ですよ。これやばくないですか？買い替えがパーツ単位でできるんですよ。オタクになる。もうね、これが消費者に負担を押し付けへん真の SDGs ってやつですよ。セクシー。でもね、全然一筋縄でいかんくて、これリモコンとアクセサリーってところが Bluetooth の設定なんですけど、まず一つ目、ここから GPS がペアリングできひんんですよ。Bluetooth を直接叩けるアプリを入れたらいけます。二つ目、ストアが普通の Android とは分かれてて、ほとんどアプリがないから、Android 用のアプリのファイルをどっかから引っ張ってきて、インストールしなあかんのよね。三つ目、GNS3000 の説明書に載ってる Bluetooth GPS ってアプリが古すぎて Chromecast では動かへんのよね。まあ他にもマウスかタッチパネルがないと Android アプリがほぼ操作できひんとかいろいろ問題があります。詳しい説明は省くけど、だいたいこういう手順で Google マップが起動できました。ここまでやるとルート検索まではできたんですけど、ナビが一瞬で終了しちゃいました。多分性能が足りひんのちゃうかなって思いました。諦めきれんくて、他のナビアプリも試したら、ナビタイムはもっさりやけど、ナビも動きました。Yahoo マップは横長縦画面に対応してへんのか、横向いてしまうのでダメでした。Android のセットトップボックスはたくさん出てるんやけど、キャスト機能が使えなかったので、もっと性能な Google TV が出てないかなと思って調べました。どうもなさそうで、仕方ないから Fire TV Cube を使うことにしました。Fire TV Cube はちょうど家にあったので、ACC につないだらいい感じにつながりました。半筒のスコアがめっちゃ高くて、Chromecast の倍近いので、多分いけそうやなーって思ったんやけど、Fire TV は開発者モードの設定がかなり虚勢されてて、疑似 GPS の設定画面が UI 上にないんですよね。PC から ADB 使ったらコマンドで設定できたんですけど、ちょっと難しいので、その解説はここではせんけど、コマンドだけチラ見せしておきます。そうしたら Google マップでナビが使えました。一応 Google マップをインストールしてもいいか利用規約を読んでみたんですけど、現時点では問題なさそうでした。ただ規約っていつでも変更できるものなんで、やるときは自己責任でお願いします。Google プレイサービスがインストールされてないので、動くか不安やったんやけど、そこはなしでも動くみたい。ただ Google アカウント連携が使えへんから、お気に入り登録した場所とかを引っ張れへんのが不便やね。野良の Android に Google プレイサービスとか GMS をインストールするのはなんかダメで、ログインした Google アカウントがバンされることもあるみたいやから、やらん方がいいと思うよ。これで超高解像度のモニターでナビとキャストとメディアプレイヤーが使えるようになりました。見た目はこんな感じ。モニターはステーを曲げて小物入れに突き刺してます。初リも YouTube はよう見るんですけど、YouTube ライブやとコメントがよく見えへんこともあるじゃないですか。スマホからキャストするとリアルタイムコメントがスマホで、高画質な映像が高精細画面で見れるわけですよ。最高の視聴環境なんですけど、こんなん車で使うことあるんかって思うじゃないですか。これがあるんですよね。初リもね、一人になりたいことがあるんでね、家族が寝静まった後に一人で近所の田園地帯とかに行ってね、
途中で夜食にマクドを買ってったりとかして、YouTube ライブが家より楽しめる環境で癒しを得たりとかしてるわけですよ。最近、肩甲骨がすごい凝るんでね、シートマッサージャーもつけてみました。結構どこのメーカーのシートマッサージャーも 12V 駆動なんで、ACC 駆動できます。マッサージ機自体の高さを変えたいことってあるじゃないですか。電動で座席を起こしたり倒したりすると調整できるんでね。パワーシートとシートマッサージャーの親和性が神なんでね、おすすめですよ。祭りは疲れてると親指の付け根が痛くなるんで、指を揉むやつもね、昔 USB PD に改造したんやけど、これも 12V やから ACC から電源引っ張れると思います。意外とパワー強くておすすめです。カラオケ屋もね、夜中やってないじゃないですか。やってても一人で夜中に行くかっちゅう話なんですけど、最近スイッチ用のワイヤレスマイクが熱いっていうのを教えてもらってですね。これを任天堂ストアで買ってね、ダムアプリを契約して、夜の田んぼでポイズンですよ。自分のデスクをコックピットみたいにするのって憧れるじゃないですか。でも机はコックピット化しすぎると使いにくいし、賃貸でも持ち家でも自分の独断で改造したりできないじゃないですか。そこで言うと自分の車っていいですよね。狭くて落ち着くし、好きに機能漏れるし、走るし、エアコンついてるし。皆さんも理想のコックピットを作っている方がいらっしゃれば、コメントで教えてくださいね。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。